おはようございます。ジンギター工房の神谷です。いつもご視聴ありがとうございます。本日はフレットのすり合わせです。はじめまして。いつも動画とても参考にさせていただいております。フレットすり合わせについての質問です。神谷さんをはじめいろいろな方のリペアクラフト動画を拝見しますが、フレットすり合わせの際にいずれの方もストレートの出ているジグを使ってすり合わせをしているようです。なぜラジアスのついているジグですり合わせしないのでしょうか。せっかく指板修正でしっかりラジアスを整え、フレットをラジアスに合わせて曲げ、隙間なく打つ、その後すり合わせる。このすり合わせの工程でストレートを使うのはなぜか疑問に感じ、考えても答えが見つかりません。よろしくお願いいたします。こういった質問を、いただきました。ありがとうございます。最初に結論を言いますと、どっちを使っても正解です。ただし、様々な形のギター、セットネックもあれば、変形しているギターもあれば、いろいろありますよね。アコースティックギターもあれば。そういうものを全てに対応するには、こっちのフラットなジグを使った方が対応しやすいので、こっちしか使わないです。これがね、例えばもう必ず毎回同じものをすり合わせする。であれば、むしろこっちの逆 R がついた方が適してると思います。どうしてそういう風になるのかというのを説明していきます。まずこちらを見ていただきたいんですけれど、これはごく普通のすり合わせの作業ですね。新しいフレットに打った時のフレットすり合わせの作業です。見ていただくと分かる通り、こんな感じで、よく見かける光景ですよね。もし仮にこの作業の際に逆 R 付き、こういうやつ、こういうのもありますけど、これは自由に R を変えられるやつですね。ごめんなさい。これはもう売ってません。どこにも。これはね、昔LMI ってついこの前商売やめちゃいましたけれど、LMI が昔もうそれこそ30年ぐらい前に作って販売してたやつです。30年、20年、25年ぐらい前かな。いつの間にかホームページから消えてましたね、これ。と余談ですけれど、なんだっけ、どこまで話したんだっけ。もしこの逆 R のやつを使うんであれば、こういうものを使わないといけないんですよ。こう両側にこう当て木をつけて、ネックに対して平行に動くようにしなきゃいけないんですね。この逆 R を使ってすり合わせをするときには。この方の場合は今指板修正でそういう風にしてますけれど、なぜじゃあそうしなきゃいけないのか。この逆 R がついたこのジグで、すり合わせをした場合には、ちょっとでもこれがこっちに向いたりこっちに向いたりするとダメなんですよ。それはなぜか。大体想像つくと思いますけれど、ちょっとでもこうやって傾くと、このようにある特定の部分に強くこう擦りつける力が加わっちゃうんですよね。なので、結果として綺麗にまんべんなくこうすり合わせができないっていう状況が起きます。すり合わせをする場面っていうのはいろいろあるんですね。フレット交換した際の最終的なすり合わせっていうのは完璧な R も指板修正で出てますから、本当に撫でる程度で揃うんですよ。そうじゃないケース。例えばほんのちょっとだけ15フレットとか、ある特定のポジションが、出っ張ってるとか、もしくは低いとかね。そういう場合には、すり合わせをするときに、こういうような動きをするんですよ。こう局所的にここだけ削りたいとかね。そういうときに、こういう動きをするんですね。ちょっとこの辺だけ削りたい場合には、こうやってするんじゃなくて、ちょっとこう斜めにしてここだけこうやって局所的に削ろうとかね、こういろいろこう工夫してやるんですよ。もしフラットじゃなくこういうような逆 R がついたものでこのエリアだけをすりたいとか、そういう風なことが起きた場合に、この逆 R がついたやつだと対応しづらいんですよ。ちょっとこういう風に斜めにしてやったとしても全然こうまともに削れないですよね。1、2、3弦あたりまで。で、4、5、6弦側はあまりすりたくないと
っていうようなケースの場合だと、同じ R がこうついていて、こっち側だけ削りたいっていう風になったとしても、同じ R 同士だと傾けたところで端っこがより強く削れるだけで、こう狙った場所をこう的確に削れないじゃないですか。そういう融通も効かなくなってくるんですよ、この逆 R ですり合わせをすると。そういった理由もありますね。で、あとはフレット交換しない場合のすり合わせっていう時には、完璧にこのじゃあ10インチ R なら10インチ R の R が出てるとは限らないんですね。まあ例えばレスポールとかで話をしますと、レスポールの R って12インチ R ですよね。で、12インチ R だと思って、じゃあ12インチ R のこの逆 R がついたこう当て木でこういうふうに擦ったとしましょう。だけれど実際には12インチ R じゃなくて少しだけこう R がきつかったりとか、もしくは浅かったりとか、そういうことってよくあるんですよ。そもそもお互いのこのデコとボコの R が合ってないのに、こうやってすり合わせをしても、どっちかがこう真ん中が多く削れたりとか、左右が多く削れちゃったりしますよね。ですからそういう場合にも、この逆 R が使った当て木っていうのは都合が悪いんですね。融通が効かないんですね。で、これがもしフラットの当て木を使っていれば、じゃあちょっとここら辺多く削りたいなっていう場合はこういうふうに削れますし、こうやって少し角度がねずれようが大丈夫ですから、やっぱりねこっちのフラットの方がすごく使いやすいんですよ、すり合わせの際には。12インチ R なんだけれど、両端1弦と6弦側が少しこう指板が痩せてきて、こう R がね落ちてたりね、両端がそういうこともあるじゃないですか。なのでそういうさまざまなケースを考えると、もうこの、正直逆 R っていうのはあんまり使い道がないんですよね、すり合わせにおいて。あくまで私の考えですよ。なので、こういうフラットを使ってます。でね、ここで自分自身がこうやって話してて、ふと疑問に思ったんですよ。じゃあなぜ指板修正の際に両側に当て木を当てて指板と平行になるようにすらないのか。これはね、自分でも今話してて、なぜだろうって不思議に思いましたね。なぜなんでしょうね。手の感覚で平行に揃えてやればほぼ 100% 完璧な R が出るんですよ。整えられるんですよ。直線性とね。ちょっとねなんか突っ込まれそうですけれど、私も分かりません。長年もうこのスタイルでやってきて、それで不都合もないですし、精度も確保できてるので。はい。でね、スティマックのホームページにはこういうような動画もね載ってたんですよ。で、これ指板修正ですよね。で、指板修正の際に逆 R がついたやつを使ってやってますけれど、両側を当て木当ててやってはないですよね。この動画に関しては、その後こうやってフレットを打って、すり合わせに関してもこうやって、逆 R がついたものですり合わせをしてます。そうですね。今ちょっと思ったのは、私が使うのはせいぜいこのぐらいのサイズの逆 R がついたやつなんですけれど、長ければ長いほどこういう方向に動かした時に斜めにこうやってずれにくいですよね。そんな風に今思いました。ただね、これ高いんですよ。これを全種類の R を、取り揃えようとすると、結構いいお値段もしちゃうので、私の場合は昔からこれらを使ってます。これは最近手に入れたんですけど、このね、アルミ製のこれ、初めてこの前、手に入れて使ったんですけど、すごい精度はバッチリでした。これがもしね、使ってみて、ちょっとこの R の具合がいい加減だったりすると、それだけでこれ使い物にならないですから、やっぱりね、実際使ってみないと、わかんないですね、ジグの良さは。はい、まとめます。今話してていろいろこう考えたんですけれど、フレット交換の際に完璧に指板修正ができて、その後新しいフレットを打って、
で、その最終的なすり合わせをするであれば、そういうシチュエーションであれば、この逆 R がついた当て木を使ってすり合わせをしても、まあまあいいと思います。もしそういうことをするのであれば、指板修正作業と一緒なんですけれど、ネックとこう平行になるように、これがこう傾いたりした状態ですり合わせをしないように気をつけましょうということですね。で、フレット交換をしないですり合わせをする場合、ある特定のポジションとかで不具合があって、フレット高さのばらつきを揃えたいとかっていう、そういうシチュエーションの場合には、フラットな当て木を使ってすり合わせをする。まあそこまでちょっと言い切っちゃうとあれですけれど、このフラットな当て木を使った方がやりやすいと思います。そんなところでしょうか。はい。はい、最後に告知です。恒例の、メタルトレイン。今年も10月にやります。10月20日に、発車します。ケリー・サイモンさんが、電車の中で弾きまくります。で、私は毎回そうなんですけれど、ただ働きでボランティアとして準備とかお手伝いをしに行ってます。なので、皆さんぜひお時間ある方はいらしてください。ご参加ください。待ってます。はい。ということで、いかがでしたでしょうか。よろしければ高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。それでは。